こんにちは。カナダ在住のチャコです。カナダ生活でいろいろあった波乱爆笑ストーリーをシェアさせていただくチャンネルです。ラジオを聞く感覚で楽しんでいただけたら幸いです。今日はね、返品の話をします。今では日本でもコストコとかできたから返品のポリシーはだいぶ緩くなってるけどさ、日本人って基本買ったものはよっぽど不良品とかじゃない限り返品しないよね。北米ではさ、小さな個人のお店でない限り2週間以内だとほぼ無条件で返品できるのよ。だから買ったものが気に入らなかったら2週間以内に交換したりお金返してもらったりと、私たち消費者にとってはすごくラッキーな国なの。たださ、それを利用して初めから買う気ないのに購入して使い終わったら返品する人が少なくないのよ。例えばクリスマスとか大勢で過ごすために60インチとかの大きなフラットスクリーン TV 買って、それでみんなでわーって楽しんで、楽しかったねって言ってクリスマス終わったら返品。時にはパーティーに行くからって言って結構な値段のドレスでもジャケットでも買ってタグつけたまま見えないように着て終わったら返品したりしてる人いるのよ。だから時々お店で洋服選んでる時とか、これもしかして誰か着てたかなとか思ったりすることあるわけよ。日本では購入しないけれど試着いっぱいしてお店の人に写真撮らせてインスタに上げて、最終的には試着のみで買わずに帰るってお客もいるってどっかで聞いたことがあるんだけど、それは稀に見る光景でしょうが、さっき話した北米でのケースはたくさんの人がやっててびっくりなの。結局返品が容易にできてしまうシステムだからさ、こういう人たちが増えるんだろうね。数年前ね、知り合いが庭でする大きなバーベキュー用グリルを大手の会社で買ったみたいで、散々夏に使ってこれ結構汚れてるよねっていうレベルなのに、夏が終わって数ヶ月後にやっぱり気に入らないから返品するって言ってるの。それで返品したわけよ。私的にはちょっと信じられないんだけど、そこの会社は6ヶ月まで返品可能だって。いやいや、ちょっとあなたたち何度も使ったでしょうって思うんだけどね。返品する側も大胆だけど受け入れる側もすごいよねと思う。それでもビジネスって成り立ってるんだなと思うとほんとびっくりだわ。話は変わってうちの旦那、職業柄もあるんだろうがこだわりがすっごい強い人ですさ。ある時彼がスマホウォッチをしていたの。私は買ったのいいじゃんって言ってさ、彼はサイズが小さいかなってちょっと迷ってるみたいで、でも私としては全然いいよ、すごいかっこいい、似合ってるって言ったの。でね、数日後彼の腕見たらサイズが大きくなってんの。私の目の錯覚？それとも私の勘違いって思ったけど、やっぱりサイズが大きくなってて、あれ？サイズ変えたの？って聞いたら、って笑顔で言うのよ。で、私が、大きいサイズいいじゃん。すごい腕にフィットしてる。いい感じって私も気に入ったの。それで終了と思いきや、また数日後に見たら、またサイズ小さくなってんの。ってさ、旦那曰く、やっぱりサイズちょっと大きすぎるかなって思ってさ、って言うんだわ。まあ仕事で使うパソコンでもさ、吟味して納得して購入する人だから、また始まったかって思ってたんだけど、ここで終わらないのがうちの旦那。また数日後見たら、今度はなんと腕からスマホウォッチが消えてるのよ。マジですかって感じ。もうね、旦那が宇宙人に見えてきた私。本人曰くスマホウォッチなくても携帯で十分だとか言い出して、旦那を擁護するつもりじゃないが彼なりに納得いかないので返品で、前者の最初から買うつもりなく買った人とはちょっと違うんだけど、それでもさ、スマホウォッチを買ってサイズ大きくなってまた小さくなってしまいには消えるってなかなかないよね。こんなことするのうちの旦那だけじゃないだからクリスマスとかにサプライズでプレゼントできないの？だってまた返品されちゃうじゃないもうさ、スマホウォッチ事件以来、旦那のことミスター返品って呼んでるのよ私。今年もあっという間に終わるよね。皆さんメリークリスマス、そして良いお年をお迎えくださいね。来年もどうぞよろしくお願いします。それでは次回に続きます。来年だね。